こんにちは、すビビです。今回はモコモコ素材が可愛いハンドウォーマーを編んでいきます。初心者さんでも編みやすいので、ぜひ最後まで一緒に編んでみてください。使う材料はこちらです。並太の毛糸が1玉ですね。30g のものをご用意しております。モコモコの毛糸が 50g のものが2玉用意しております。かぎ針は7号を使用していきます。使用している毛糸は概要欄にも書いておきます。それではまず手首部分を編んでいきます。こちら毛糸下から針を押さえてもらってくるんとしましたら、毛糸引っ掛けてもらって引き抜いていきます。キュッと締めてください。では鎖編みを30目編んでいきます。ちょっと緩めに編んでください。鎖編みの編み方はですね、こちらの糸を引っ掛けて引き抜いていく。これが鎖1目になります。では2目、3目、4目、5目、こちらを30目編んでいってください。そしたら30目編み終わりました。こんな感じで少し緩めで編んでください。こちら30目編んでるんですけれども、約18センチですねぐらいで計算しております。ですがご自身の手首の太さでこの目数の数ですね調整してみてください。そしたら鎖ですね、編んでいただいた一番最初のところ、1目目のところに引き抜き編みをしていきます。ねじれないようにしてもらってくるっと編んでもらった面を表側になるようにしてもらって、鎖1目目1目目のところに上2本ですね入るように針を入れてもらいます。そしたらこちらの糸を引っ掛けて2本すべて引き抜いていく感じになります。これで輪っかができました。そうしましたら立ち上がり鎖編み1目していただいて、細編みで1周していきます。細編みですね。まずここの今見えますかね、ねじれてるここの上2本下1本ここにあると思うんですけれども、上2本の方、この間に針を入れていただいて上の糸を引き抜いて、で再度この糸に引っ掛けて2本とも引き抜く。これが細編みのやり方になります。スタート位置にマーカーをつけたいので、細編み1目編みましたら、針が入っている真下の部位ですねのところにマーカーを入れていきます。はい、そうしましたらこれが1目です。で細編み2目目も糸が123本ある12の下に入れて細編みをしていきます。次も123の上2本の下の空間のところに細編み、これで細編み3目編めました。これを細編み30目していきましょう。はい、そしたら30目編めました。マーカーがついてる部分のところに引き抜き編みをしていきます。こちらマーカー入ってた部分に針を入れていただいて、奥の糸に引っ掛けて引き抜いて引き抜きます。これが引き抜き編みになります。これが1段目が終わった状態になりますね。そしたら次の2段目からは向こう半目
というもののみを拾って細編み30目を編んでいって、全体的に8目になるように繰り返し同じ編み方で編んでいきます。なので7段残り編むという感じになります。それでは始めていきます。まず立ち上がり鎖編み1目していただきましたら、向こう半目というものですね、こう見ていただいて、今この V 字のところですねに、先ほどはこういうふうに前目というものがこんな感じで2本引き抜くのが前目の細編みになるんですけれども、向こう半目というものは向こう側の半目だけを拾うという感じになるので、真ん中から入れてもらって、向こう側の一つの目だけ拾って細編みをするということになります。まずマーカー忘れないように1目編んだら下のところにマーカーをつけていきます。そしたらこれを繰り返し半目、向こう半目だけを細編みして1周終わったらまた立ち上がり1目していただいて、向こう半目を1周編むというものをここからスタートで7段編んでください。なので全部で8段になっていきます。そしたら8段編み終わりました。こんな感じです。そしたら引き抜き編みをしていくんですけれども、このマーカーのところを一旦外してもらって針を入れます。そしたらこのまま引き抜き編みをするんじゃなくて、ここから糸を変えていきます。モコモコの毛糸ですね。こちらを今この針入れたところのちょうど後ろ側ですね、10センチぐらいちょっと残したまま入れてもらって、こっちのモコモコの毛糸を引き抜きます。でこっちも引き抜きます。でそしたらですね、もともと引き抜かなくちゃいけなかった毛糸があると思うんです。それをキュッキュッと締めてもらって、こちらの毛糸はもう使わないので、こっちの毛糸も10センチ15センチぐらいで切っちゃいます。はい、そうしましたら再度針を戻していただいて、キュッと引き締めます。はい、そしたらですね、立ち上がりをそしたら1目していただきまして、この後はこのモコモコの糸で細編みを30目1周編んでいきます。これが9段目になりますね。で糸端ですね、この今切った糸端と最初の糸端2本あると思うので、これ巻き込みながら編みたいと思います。ここの細編みはもう向こう半目とか気にせずに前目拾っちゃって大丈夫なので、まずはこの立ち上がり1目したところの真横ですね。多分ここと勘違いする方が多いんですけど、ここじゃなくてこっちですね。まずここに入れていただきます。そしたらこの糸端の2本ですね。糸端の2本を針の上にちょこんと置いてもらって、その状態で細編みをしていきます。はい。そしたら場所が分かりづらいかなとは思うんですが、マーカーをしておくとスタート位置が忘れなくて済むので、このちょっとめっちゃ見えないんですけど、針の下の部分、大体の場所で大丈夫です。のところにつけといてください。はい。モコモコの糸なので、多少編み目がガタガタとかでも全然構わないですが、
モコモコの最初の1段目はこの入れる場所はわかるはずなので、そこだけずれないようにしてください。はい、そしたら30目編んでいきます。ちゃんと入れたら、この2本の糸端が上に乗ってるか確認した上で細編みですね。はい、そしたら30目編み終わりました。ここのマーカーのところですねに引き抜き編みをしていきます。大体の場所で大丈夫です。はい、こんな感じですね。そうしましたら次がこれが今9段目が終わった状態なので、10段目から11段目は長編みを入れていきたいと思います。そしたら立ち上がり2目鎖編みをしていただきます。ここから長編みに入っていくんですけれども、長編みの編み方ですね。まずここの糸に引っ掛けていただきます。そしたらもうここモコモコどこの目かわからないと思うので、大体で大丈夫です。大体のところに入れていただいて、よいしょ。そしたらこういう風に出てくるので、再度この糸に引っ掛けて引き抜きます。そしたらまたこちらの糸を引っ掛けて2本抜くイメージですね。すごい見づらいと思うんですけど、もう一度引っ掛けてもう2本抜くというイメージになります。そしたらまた大体の場所に針の下部分のところにマーカーをつけておきましょう。はい。そしたらこの長編み今1目編んだので残り29目ですね。合計30目長編みを編んでいってください。ちなみにここの30目は、10段目、今編んでる10段目と11段目も同じ編み方をしておいてほしいので、2段このまま編み続けていきます。立ち上がりは鎖2目でお願いします。では10段目、11段目このまま編んでいきましょう。はい、そしたらモコモコ2段ですね。長編み編めました。10段目と11段目になりますね。はい。たらここのマーカーのところに引き抜き編みをしていきます。はい、こんな感じですね。ザクザクと目がわからなかったとしても綺麗に見えるので大丈夫です。はい、次の段なんですけれども、親指の穴を作っていく段になっていきます。ここも長編みで編んでいくんですけれども、最後のここの部分に鎖編みをして穴を開けていきますので、そしたら先に鎖編み2目編んでいただいて、長編みを1目編みます。マーカーつけていただいて、ですね、この今マーカーつけたところから、そうですね、自分がどのくらい親指の間隔開けたいかによるんですけれども、鎖編み5目分ぐらいは開けといてほしいので、私はだいたい 2,3 センチぐらい開けてある状態のまま編んでいくっていう感じになります。で、さっきまでした30目でここは編んでたと思うんですけれども、こっからはもう減らしても大丈夫です。なんなら30目で編んじゃうとどんどんモコモコがでかくなりすぎちゃうので、次のこの親指の12段目は長編み20目ぐらいでもいいかなって思ってます。長編み20目編んで鎖5目して引き抜き編みをするという流れになりますね。はい。一旦そしたら20目編んでいきましょう。はい、そしたら20目編めました。もしここの幅ですね、今
3センチぐらい開けてるんですけど、なんかもっと広いんだけどとかっていう場合は全然もう少し何目か編んでもらっても大丈夫です。でこういう風に残り3センチぐらいになったよっていう方は鎖編みをここで5目ですね。3、4、5目編んでいきます。これきつくてもきつくなくても大丈夫です。でここのマーカーのところですねに引き抜き編みをしていきます。よいしょ。こんな感じで穴ができました。ここに親指を入れる感じですね。はい。そうしましたら次が13段目から15段目まで同じ感じで編んでいくんですけど、13、14、15段の3段ですね。10段目から11段目のように長編みを繰り返して編んでいきます。ちなみに私この12段目は、長編み20目の鎖編み5目だったので約25目に減らしてるんですけれども、13段目から15段目に関しては20から22目ぐらいで編んでいます。なのでちょっと大きさとかご自身で測りたいときは針のところちょっとピュッて伸ばしてもらって一旦こうつけてみてください。こんな感じですね。こんな感じになってここの部分を編むんですけれども、もし広めがいいという方は広めで大丈夫ですし、狭めがいい方は狭めで目を減らして編んでもらえれば大丈夫です。はい、そしたら編んでいくんですけれども、この後ですね、これ親指のところが12段目で13段目の時ってここの穴の上の長編みどうするのっていう感じだと思うんですけれども、その時は長編みでもうここの穴に入れてしまって長編みを編んで大丈夫です。ちょっとその方が強度が強くなるかなと思うので。はい、そしたら13段目から15段目編んでいきましょう。長編み3段です。でマーカーをつけていきます。でこちら長編みの段は手の大きさに合わせていただいて大丈夫なんですけれども、段もそうですね。段を増やすか減らすかはご自身の手の大きさに合わせて編んでいただければと思います。自分は全部で15段まで編む方が手の大きさに合うかなと思ったので、そのように設定させていただいてるんですが、人によっては15段あると大きすぎちゃうなとか、むしろもっと大きくして男性の方にプレゼントしたいなとか、もしそういうのがある方はもう一段ずつ増やすかもう一段ずつ減らすか調整をしてみてください。そしたら15段まで編んでいきます。はい、そしたら3段残り編めました。全部で15段編めました。そしたら最後のこちらですね、引き抜き編みをしてもらって、はい、そしたらこちらですね、だいたい15センチぐらいで切ってください。そしたらこのままピンと引き抜いちゃいます。はい、一回つけてみますね。はい、こんな感じですね。かわいい。はい、そしたら糸を処理していきます。ほどけたくないので、ちょっとそうですね、結べたらいいなと思ってて、この毛糸だと多分バレないと思うので、
ちょっとこう輪っかを残しつつ入れたら、適当なとこに入れましたら輪っかの中に針入れてもらって、キュッと通してもらうと結べるかなって思うので、これを私はいつも2回ぐらいします。はい。そしたらこのまま糸が出てこないように、毛糸と毛糸の間を縫っていくように糸処理をしていきます。はい、そしたらこの根っこの部分を切っていきます。はい、そしたら最初に編んだこちらですねの毛糸も糸処理していきます。こちらもよいしょ、糸と糸の間とかに引っ掛けながら糸処理をしてもらうとわからないようにできると思います。そしたら最後は内側の方に入れてもらって、あまり強く引かないようにだけしてください。そしたら根元切ります。はい、こんな感じです。そしたらこれで完成になります。可愛くできました。いかがでしたでしょうか。こちらもこもこ系になりますので、多少編み目がガタガタでもこんなに可愛く編めます。ではご視聴ありがとうございました。